この話は実在の人物をもとにしていますが、一部に解釈や表現を含みます。本田宗一郎は世界的メーカーを築いた人物です。だが始まりは異常なほどの執着を持つ少年でした。失敗を増やし続けた異常な姿勢が核です。その執着がやがて世界へ広がっていきます。では聞いていきましょう。この男は壊さなければ理解できなかった。直すより先に壊す。仕組みを知るためなら迷わない。普通なら止められる。だが止まらない。本田宗一郎という名前。後に世界へ広がることになる。だがこの時はただの少年だった。静岡の町で育つ。父は鍛冶屋。自転車修理もしていた。火と鉄と油の匂い。その中で育つ。触るなと言われる。だが触る。分解するなと言われる。だが分解する。理由は単純だった。知りたかった。なぜ動くのか。どうして回るのか。この疑問が止まらない。壊せばわかる。中を見れば理解できる。だから壊す。ここにズレがある。普通なら怒られれば止まる。だが彼は止まらない。むしろ深く入る。学校では落ち着かない。勉強が嫌いというより、興味が外にある。決められた答えでは足りない。自分で試す方が早い。この選び方が残る。やがて上京する。東京の修理工場へ入る。アート紹介。ここで本物に触れる。自動車。当時は珍しい存在。だからこそ刺激が強い。見るだけでは足りない。触る。分解する。組み直す。そして壊す。何度も壊す。失敗が続く。だが止まらない。壊れる理由を考える。どうすれば動くのか。その答えを探す。この繰り返しが続く。技術は一度では身につかない。失敗の数で変わる。精度が上がる。彼はその数を増やした。ここに異常がある。普通は減らそうとする。だが彼は違う。失敗を増やす。使う。学びに変える。この姿勢が評価される。任される仕事が増える。信頼も積み上がる。だが満足はしない。修理では足りない。作りたい。ゼロから形にしたい。この欲求が強くなる。ここが転機になる。浜松へ戻る。小さな工場を構える。だが順調ではない。技術だけでは足りない。形にできない。試作を続ける。うまくいかない。またやり直す。この繰り返し。ピストンリングの開発。精度が出ない。素材が合わない。加工も追いつかない。何度も失敗する。ここで終わったと思った。だが終わっていなかった。やめなかった。理由は単純だった。作りたいからだ。ただそれだけ。だがそれが強い。周囲は疑問を持つ。なぜそこまでやるのか。理解されない。だが気にしない。自分の基準が優先だった。トヨタへの応入を目指す。だが最初は失敗。品質が足りない。突き返される。ここでも終わったと思われた。だが終わっていない。戻る。足りない部分を探す。学び直す。必要なら全部変える。プライドより精度。ここが違いだった。再び挑戦する。今度は通る。ようやく形になる。だが終わらない。むしろ始まりだった。戦争の時代に入る。環境が一気に変わる。工場が被害を受ける。空襲。そして地震。積み上げたものが崩れる。一瞬で消える。ここで完全に終わったように見えた。だが終わっていなかった。手放す。そして次を考える。執着はある。だが対象に縛られない。ここが柔軟さになる。戦後、日本は混乱していた。物資が足りない。移動も難しい。ここで考える。何が必要か。答えは単純だった。動けること。エンジンを自転車につける。小さな発想。だが意味は大きい。誰でも使える。安く動ける。この価値が広がる。
ここで流れが変わる。技術が生活に届く。ただの発明ではない。使われるものになる。この視点が重要だった。本田宗一郎は作るだけでは満足しない。使われて初めて意味がある。ここで変わる。技術者から一歩進む。経営の視点が入る。本田技研工業を設立する。小さなスタート。だが勢いはある。バイク開発へ進む。速さだけではない。扱いやすさ、壊れにくさ、そのバランスを探る。また試す。また壊す。また直す。この繰り返し。だが止まらない。ここで見えてくる。壊すことを恐れない。失敗を減らさない。使い続ける。ここが核だった。やがてレースへ出る。勝つためだけではない。限界を知るため。試すための場。ここで得たものを戻す。製品へ反映する。この循環が強さになる。社内の空気も変わる。意見を言う。ぶつかる。それでもいい。良いもののためなら遠慮はいらない。ここに文化が生まれる。指示待ちではない。自分で考える。その集団ができていく。だが全てを抱えない。経営は任せる。技術に集中する。ここで出会う。藤沢武雄。役割が分かれる。一人では届かない場所へ進む。ここも転機だった。そして世界へ向かう。小さな会社が外へ出る。無謀に見える。だが止まらない。技術で勝負する。条件は厳しい。それでも進む。ここまでで見える。壊して覚えたこと。失敗を使い続けたこと。変える柔軟さと続ける意志。この両方がある。本田宗一郎の本質はここからさらに深くなる。ここまでで見えるのは壊すことへの執着です。失敗を増やし続けた異常さが力になっています。終わったように見えても終わらない選択が続いています。この先でその執着がさらに形を変えていきます。では続きを。ここから先はさらに静かで重い時間になる。成功の話では終わらない。むしろどう続けるかの話に変わる。本田宗一郎は止まらなかった。だが同じやり方を繰り返したわけでもない。必要なら変える。必要なら壊す。ここに特徴がある。固執しない。だが諦めない。この矛盾した姿勢が続く。バイク事業は伸びていく。だが順調なだけではない。市場は常に変わる。競争も激しくなる。その中で何を残すか、何を変えるか、判断が求められる。簡単ではない。だが彼は現場を見る。数字だけでは決めない。自分の目で確かめる。その積み重ねで精度を上げる。そして次へ進む。自動車事業への挑戦。ここが大きな賭けだった。すでに強いメーカーが並ぶ。後発の立場。失敗すれば終わる。それでも踏み出す。理由は単純だった。やりたいからだ。だがその裏に積み重ねがある。失敗の数、技術の蓄積。それが土台になる。初期の開発は苦しい。思うようにいかない。精度が出ない。評価も厳しい。ここで終わったと思った。だが終わっていなかった。試す、壊す、直す、また試す。この繰り返し。単純だが重い。それでも続ける。小さな改善を積み重ねる。やがて形になる。小さな成功。それが次を支える。この流れが続く。失敗を使う。学びに変える。そして次へ進む。ここが核だった。また組織も変わる。上から押さえつけない。現場に考えさせる。意見をぶつけさせる。その中で答えを見つける。だが甘くはない。基準は下げない。良いものだけを残す。ここに緊張が生まれる。人はそこで育つ。楽ではない。だが意味がある。だから続く。そして一つの決断をする。前に出続けない。自分が引く。次の世代に任せる。これは大きな転機だった。創業者は手放せない。だが彼は違う。
会社を優先する。自分ではない。この判断が強さになる。一人に依存しない形へ。組織が変わる。ここでも変化を選ぶ。技術者から育てる側へ。視点が広がる。そして世界で評価される。ブランドが確立される。だが裏側は変わらない。試作、テスト、修正、その繰り返し。地味だが確実。これが土台だった。ここで思い出す。工場が崩れた時、何も残らなかった。信用も揺らいだ。続ける理由が消えかけた。それでもやめなかった。理由は一つではない。意地もあった。興味もあった。そしてまだできるという感覚。これが消えなかった。だから戻れた。ここが分かれ目だった。条件ではない。内側の選択。それが道を変える。本田宗一郎は選び続けた。不利でも動く。うまくいかなくても試す。この姿勢が変わらない。やがて信頼になる。人が集まる。技術が残る。会社が続く。すべてがつながる。名言も同じ。言葉が先にあったわけではない。生きた時間から出ている。だから残る。成功は 99% の失敗に支えられている。よく知られた言葉。だが軽くはない。実際に重ねた人の言葉。ここに重みがある。失敗は誰でもする。違いはその後。どう使うか。本田宗一郎は使った。捨てなかった。学びに変えた。だから次がある。また彼は楽しんでいた。苦しさだけでは続かない。面白さがあった。機械が動く瞬間。そこに喜びがあった。だから戻れる。何度でもやり直せる。この感覚が支えていた。人は楽しめなければ続かない。ここが重要だった。本田宗一郎はそれを持っていた。ここで静かに振り返る。少年は壊し、青年は失敗を重ね、大人になっても試し続けた。その連続、特別な一瞬ではない。積み重ねの時間。それが形になる。派手な奇跡ではない。地道な反復。その中で変わっていく。だから現実味がある。遠い話ではない。今にもつながる。試すかどうか。失敗の後どう動くか。その選択が未来を分ける。本田宗一郎の人生はそれを示している。ここからさらに深くなる。成功の裏にあった時間。誰にも見えなかった試行錯誤。形になる前の長い停滞。そのすべてを通ってきた。だから軽くない。ここに重みがある。また彼は止まらない。年齢が進んでも変わらない。新しいことを考える。未来を見続ける。守る側に回らない。作る側であり続ける。ここに強さがある。そして最後まで挑戦者だった。終わりを決めない。常に途中であり続ける。それが本田宗一郎だった。夜に聞くにはちょうどいい。強すぎず軽すぎない。ゆっくり残る。技術の音の裏に人の選び方があった。そのことが浮かび上がる。静かな余韻が残る。すぐに消えない。ゆっくりと残る。それがこの物語の終わり方だった。壊すことから始まり続けた人生。失敗を使い続けたことが力になりました。変える柔軟さと止まらない意志が残り、技術と人の両方を見て進んでいった姿です。静かに残るのは挑戦し続けた時間でした。それではまた次回の主役でお会いしましょう。